まずは通信手段だ。情報とつながり、連絡を取れるようにするんだ。孤立とは死ぬこと。現代じゃ少なくともね。エグエンのエグはエグいのエグ。I'm Egg the Homeless Idol。ホームレスアイドルエグエンです。ホームレスライフハックス第2弾。身分証明書なしで通信手段を得た方法。これらは私エグエンが必要に迫られて追求した実体験から得たことです。身分証、住所、スマホ、電話、お金、どれもない状態からスタートしました。ということで、続編であるパート2です。まだ見てない人はパート1の方もご覧ください。前回は SNS を使えるところまで来ました。そうすると、そろそろ電話使いたいってなりますよね。電話を使えるようにしよう。音声通話付きの SIM は、ルール上身分証明書と、あと郵便物を受け取れる住所がなければ契約することができません。で、そんな時のスカイプですね。マイクロソフトのスカイプ。メッセージやオンライン会議で使うアプリなんですけれども、これで050から始まる番号が買えるんです。わー。支払いはパート1でやった V プリカなどを使ってできました。今は連絡アプリの時代だし、みんなも友達とかと連絡するときは LINE 使ったりとか、インスタ使ったりとかしてると思うんですけれども、でも役所とかお店に連絡するときは、やはり電話が使えないといけません。スカイプで電話番号を買えば、だいたい普通の電話と同じように使えます。私も連絡先のない人だったので、福祉事務所からの連絡先として、スカイプの電話番号を重宝しました。何せね、番号をゲットするまでは大変でしたから。公衆電話にコインをじゃんじゃん払わないといけないのですよ。だから、公衆電話って、電話として使うと地味に高いんですよね。スカイプ電話の方がよほど安いです。注意しなければいけないこともあります。スカイプ電話は本来はセカンドアドレスというか、2番目の電話番号として使うことを目的にするものなので、緊急通報などには一切つながりませんし、かけることのできない電話番号も何割か存在します。万能ではありません。SMS 認証にも使えません。はい、次。配信アプリを使ってみよう。こっからは何でもいいんですけれども、趣味で。ネカフェにいたとき、孤独だったので、音声配信をよくやっていました。私が使っていたのは、メインではミラティブというアプリケーションです。アバターがカスタマイズできて、すごく可愛いんですよ。服を着替えさせられたりとか、そういうのもすごく楽しいです。ところで、配信をすると投げ銭をもらえることありますよね。そういうのって、だいたい身分証明書がないと換金できないんです。でも、ホームレスの時の私は、きっちりお金に変えていました。ありがとうございました。Amazon や iTunes ギフトなどのギフト券に交換するのは身分証明書いらないんですよ。で、そしてそれを金券ショップに持って行って売ってしまっていました。投げ銭アイテムをその時々で一番交換レートのいいギフト券に変えて換金。だから今月は Amazon ギフトカードが一番レートが高いなって思ったら、したら Amazon で、今月は、これかなみたいな感じで、ウェブマネーかなとか、そういう感じでやってました。金券ショップに引かれる手数料もそういう風によく選んでいれば 4% 程度抑えられました。配信アプリはね、いいですよ。孤独も紛らわせることができて、生きるためのアイテムももらえて一石二鳥でした。当時投げ銭してくれた人たちには本当に感謝してるし、投げ銭じゃなくても会社に来てくれてお話ししてくれた人たちは本当に感謝してます。おかげで生き延びられたよ。ここからはちょっと番外編。
はい。スマホを失ってファミレスにこもる。何のことかと言いますと、パート1の最初、スマホを買うところから始まってるんですけれども、けど私の場合は実はその前があります。話が複雑になるのでカットしてたんですけれども、私は最初からノートパソコンを持っていました。これ、私の実録漫画の第1話なんですけれども、ノートパソコンほら持ってますよね。というわけで、地獄のノートパソコンファミレス編が序章としてございます。ファミレスの関係者さんには先に謝ります。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。私は、パート1も含めて動画で喋ったやり方をもともと知っていたわけではありませんでした。ノートパソコンをフリー Wi-Fi のあるファミレスに持ち込んで、何時間もガーって調べて、で、それで試行錯誤して知ることができたんです。当時はもうボロボロの服着て、一回の注文で何時間も居座ってて、本当に迷惑な人だったと思います。すみませんでした。すみませんでした。すみませんでした。生きるために必死だったとはいえ、申し訳ありませんでした。皆さん、日本にお越しの際は、スカイラークグループの、ファミレスに行くことをお勧めします。ガスト、ジョナサン、ロイヤルホスト、バーミヤンなど、手頃な値段で美味しいものが食べられるお店です。ぜひ、はい、感謝と懺悔を込めて宣伝してみました。よろしくお願いします。で、完全に余談なんですけど、なんでノートパソコン、シンクパッドを持っていたのかっていうと、自宅に同じメーカーのノーパソがあって、同じ形のものなら置いておいても家族にバレないと思って、家から逃げるときに何か役に立つかなと思って、ずっとすごく前に中古品で用意してありました。でも今思えばなんでノーパソって感じです。重いし、絶対使うのかもわからないし、うん。だから、なんとなく、ふわっと用意してたものが、偶然役に立った感じです。多分その頃の私はちょっと混乱してました。これらはあくまで2020年7月くらいにやり方を模索した記録です。真似をすることで不具合が起きても責任は負いかねます。またこれらの試行錯誤した経緯に悪用の意図はありません。ここまで見てくれてありがとうございました。Thank you for watching! 感想を聞かせてね。バイバイ !See you soon!